はいどうもチートンです。今日見つけていくのはどんぐりです。どんぐりといっても離脱しないでください。今日やっていく動画は大人リッチにどんぐりコーヒーを作ったり食べられるどんぐりを見分ける方法も紹介していくので動画最後まで見てってください。ちなみに今拾ったこのどんぐりはクヌギというどんぐりでブナ科コナラ属に属するどんぐりです。これはね渋みが強くて食べにくいどんぐりです。どんぐりは基本的に食べられないってことはないんですけど渋みが強くてね食べにくいものが多いです。いただきます。渋っ中身はこんな感じになっています。すごく美味しそうに見えるんですけど渋みが強くてやっぱ食べられないですね。ちょっと虫食いですね。ゾウムシとかガの幼虫なんですけどこれもねいって食べると美味しい幼虫です。めっちゃ落ちてる。これがね今回求めていたブナ科シー属スダジーという美味しいどんぐりです。拾い放題山のビュッフェだ。いっぱい取れた。このどんぐりの帽子をカクトって言うんですけどこの帽子をかぶっているのがスダジーです。覚えてってください。見てこの黒光りまるで森の黒いダイヤモンドですね。うまそう。いただきます。中身はこんな感じ。本当に渋み成分ないですね。ちょっと粉っぽいですけどほのかに甘みがあってこのまま食べようと思っても食べられる味ですね。ナラ枯れ対策実施中。最近ナラ枯れが結構ひどいんです。コナラ属を中心としたブナ科に蔓延する感染病でカシノナガキクイムシという虫がその伝染病を媒介しています。なのでさっきみたいに薬剤を散布したりラップみたいのを巻いたりしてねいろいろ対策してるんですけどこんな感じでたくさんのナラが枯れています。綺麗なクマザサがいっぱいありますね。クマザサは乾燥させて煮出すことでクマザサ茶になります。クマザサ茶にはね抗菌作用があって口臭予防とかフラボノイドとか食物繊維によって動脈硬化予防やコレステロール値の上昇を抑えることができます。完全におっさん向け飲料ですね。ちょっとこれは動画とは関係なくいただいていきます。めちゃくちゃヒヨドリが鳴いてます。ヒヨドリも狩猟鳥獣に含まれているので猟期が始まったら狙っていきたいです。なんかいる。なんかいますね。犬巻きの実がいっぱい落ちています。これ犬巻きの実。これがね犬巻きって言うんですけどこんな感じで赤い実と緑色の実がついています。赤い実を食べることができるんですけどこっちの緑色の部分には毒があると言われているので食べることができません。庭木としても結構植えられていてうちの庭にも生えています。久しぶりにいただきます。ぬるっとした食感にほんのりと甘くて美味しいです。懐かしい。いいサイズのジョロウグモがいました。ちょっと届かないのが残念だな。クモも美味しい食材なのでまた今度ね取って食べようと思います。待て確かに今日暑いけど10月も後半だぞ。セミが鳴いてます。残念ながら相手は見つからないはずです。童貞のまま死んでいくんだろうな。三つ子ちゃんのスダジーがありました。なんか本当に栗みたいですね。栗はブナ科栗属でスダジーはブナ科シー属なんですけどこのいっぱい入ってる感じは本当に栗によく似てますね。あともう一種類どんぐり拾っていきたいんですけどこれはコナラですね。今から拾いたいマテバシによく似ているんですけどちょっとね違う点があるんですよね。後でマテバシと比較してみたいと思います。あった。そして今回見つけたかったのがこのマテバシです。やっと見つけた。これもアクが少なくてそのまま食べられるどんぐりのうちの一つです。でさっき見つけたコナラと違うのはパッと見でかなりサイズ感が違うんですけどマテバシも小さいものが時々あってコナラと並べた時に分かりにくいものがあります。で違いっていうのがコナラの場合お尻の部分がこんな感じでちょっと丸いです。マテバシというとこんな感じでお尻がちょっとへこんだ風になっていてかなり平らです。これがマテバシを見分けるポイントです。あとマテバシを見分けるコツとしてこの葉っぱですね。他のどんぐりに見られるギザギザな葉っぱではなくてこういうツヤっとしたちょっと厚みのある葉っぱです。いやマテバシは大きくて食べ出があっていいですね。たくさん取れました。それでは帰宅。まずはとにもかくにも洗っていきます。ここでね泥汚れを落としつつこういう浮いてきたスッカスカのどんぐりを捨てます。だいぶ詰まってるね。ほとんど浮いてこない。綺麗になりました。さっき黒いダイヤモンドって言ったんですけど黒いダイヤモンドとはトリュフのことを呼ぶらしいですね。スダジーも綺麗にしていきます。きたね。浮いてきたどんぐりは捨てましょう。マテバシーも生存率いいですね。フラフラ立ってるのがありますね。こういうのは中に空気が入ってるのでこういうのも取り除いちゃいましょう。フラフラしていたどんぐりを割ってみたんですけどこんな感じでカビていました。マテバシーも綺麗になりました。この殻を一つ一つ割っていくんですけど生のまま割るのは殻が硬くて手では剥けないのでこれを使ってまずは煎っていきます。バン。イリヤミです。もう何十年も使ってるイリヤミなんですけど今でも Amazon とかで買えるんでもしよかったら皆さん概要欄に載せておくんで見てみてください。このイリヤミにどんぐりを入れてロック。そしたら炙っていくんですけどこれ結構便利です。スノーピークの鍋なんですけどこれなんとね外のシングルバーナーを中に入れてすっぽりね蓋を閉められるんでコンパクトに持ち運びができます。これ結構おすすめです。そしたらいつもの外のシングルバーナーを使ってファイヤーいっていきます。コツはとにかくしっかり振ってどんぐり全体に火が入るようにすることです。あんまり火が強いと一気に焦げちゃうんでちょっと弱火でやっていきましょう。
ちょっとずつ割れてきました。おお、オッケー、いいでしょう。こんな感じでどんぐりを煎ることで弾けてね、剥きやすくなります。これまだ熱々なので冷ましておきます。すだじは煎り終わったので、マテバシを煎っていきます。煎り網は本当に便利で、どんぐりだけじゃなくてね、銀杏とかポップコーンも煎って食べることができるので本当に便利です。なかなか壊れるもんじゃないし、これも何十年も使ってて、僕が小学生ぐらいの頃から使ってて、煎り網振り歴30年ぐらいやってます。マテバシはね、殻が硬いんで弾ける時もしかしたら爆発するかもしれません。ボンってなります。オッケー、完了。それではこれを剥いていきます。触れる程度には冷めたので割っていきます。こんな感じですでに割れてるんで、簡単に中身を取り出すことができます。これを生の状態から始めるとめちゃくちゃ大変なんですけど、切り網などを使って煎ってから殻を剥くと非常に簡単です。フライパンでもできるんですけど、フッ素加工してあるやつだとフッ素がね、あまり高温で熱せられると良くないので、無垢の鉄のフライパンとか使うのが無難です。あ、いいとこに来た。妹子、これちょっと手伝って。いい匂いするんだけど。助かる。ね、これ向けてない。あら、本当だ。あ、すいません。妹子が参戦してくれました。しょうがない。兄に従順な妹子。本当だよ、勘弁してよ。うまい。食ってんのかい。ホクホク。この大きいの何？これ？うん。これはマテバシ。これ？これすだち。チートマ？親父。ちなみにこういう割れてないのもこうやってね、潰してあげれば中身は綺麗なんで割ってください。撮影のたびにここで調理をしているので、ここにね、ある動物がやってきます。こんな感じでアライグマがやってきたりするんですけど、僕は狩猟免許を持っているので、猟期が始まったらここに来ていたアライグマ取っていこうと思います。よし、やったー。ご苦労。じゃあ出世払いで。再生回数次第だな。チャンネル登録よろしくお願いします。妹子の協力もあってあっという間にすだじを剥き終わりました。本当に虫食いも少なくてね、綺麗な粒ですね。まだ終わりません。続いてマテバシも剥いていきます。ただね、マテバシはサイズが大きいので割と簡単です。終わった。めっちゃ剥きました。それでは早速どんぐりコーヒー作っていきます。剥き終わったどんぐりをミキサーに入れます。ミルミキサーがあればミルミキサーの方がいいです。それでは粉にしていきます。スイッチオン。はい、 OK。 中華鍋に移します。続いてマテバシも粉砕します。マテバシはね、割とこういう色なんですよね。なんかマテバシの色茶色いなって思ってる人いると思うんですけど、これはこれで食べられます。スイッチオン。できました。いい感じ。粉にしたどんぐりを煎っていきます。いわゆるコーヒーでいう焙煎ですね。均一に焙煎できるようにしっかりかき混ぜながらやっていきます。この焙煎具合で苦味とか香りが変わってくるので、いろいろ工夫しながらやってみてください。まずはね、水分が多いのでそれが今蒸発しています。どんぐりの優しい香り、ほのかに甘い香ばしい香りです。サラサラしてきた。お、ちょっとだけ色づいてきました。だいぶ湯気がなくなってきました。こっから一気に焦げついてくるので、しっかり混ぜながら焙煎していきます。ほら、あっという間に黒くなってる。おお、早い早い。ほら、水分が飛んだ途端に一気に焦げついてきました。こうやって焙煎してる間に微粉が飛んでいくんですけど、微粉は雑味の元になるので、ある程度飛ばしてしまっても構いません。どんぐりコーヒーあんまり茶色くしても苦くなっちゃうんで、これぐらいにしておきます。完成。焙煎したどんぐりコーヒーはしっかり冷まして瓶詰めにすれば1ヶ月くらいは楽しめると思います。粗熱が取れるまでは蓋を開けておきましょう。続いてマテバシーを焙煎していきます。マテバシーの方が栗みたいな香りがします。豊かな香りですね。いいね、楽しみ。水分がなくなってきました。こっからどんどん焦げつくのでしっかりかき回していきましょう。 OK、 そろそろいいかな。焙煎が進まないように粗熱を取ります。香ばしい匂いがしています。もともとマテバシーが茶色かったのもあってだいぶ色づいた感じになりました。 200cc のお湯と約 15g のスダジーコーヒーを入れます。あー、いい匂い。 OK。 いい。そしたら粉が落ちないようにこします。おかえり。何やってんの？どんぐりコーヒー作ってる。飲んでみる？いい。宿題やるんだよ。はい。
まずはすだじコーヒーが出来上がりました。最高な色じゃない？黒とか茶色ではなくちょっと赤っぽい色。コーヒーもね、赤っぽいコーヒーが美味しいんですけど、これ素晴らしい色だよ。続いてマテバシコーヒーも作っていきます。完成。うわ、すごくいい香りする。さっきと違う。いやー、楽しみ。おー、ちょっと待って、これやばい、いい香りする。ものすごくフルーティー。やば、これはちょっとかなり期待大。やっぱめっちゃテンション上がる。それでは大地の恵みに感謝していただきます。いや、どれからいこうか迷っちゃいますね。まずはじゃあすだじからいただきます。優しい味です。栗に比べると甘みとかは控えめなんですけど、それでもほのかに感じる甘みと香りが美味しいです。続いてマテバシ。マテバシはね、やっぱりね、こういう新鮮な状態のものとこうやって茶色くなってるものがあるんですけど、前からねこれを食べてもお腹壊したことないんで食べれなくはないんですけど、とりあえず白い方からいただきます。マテバシの方が栗のような香りが強いですね。すだじの方が少し上品な感じがします。マテバシはね、少ししっかりとした味を感じます。続いてこのちょっと黒っぽいやついただきます。白いのと変わらず栗の香りはするんですけど、甘みが強いです。おそらくなんですけど、傷んでいるのか熟成が進んだのかちょっとどっちかわからないんですけど、中に含まれてるでんぷんが糖に変わっているような、そんなような感じがします。勝手な推測ですけどね。そしてどんぐりコーヒー、まずはすだじからいただきます。この赤い色綺麗ですよね。いただきます。美味しい。焙煎した香りがしっかりついてます。すごくいい。あまり強く焙煎しなかったんで苦味はほとんどないです。もうちょっと焙煎すると苦味があって大人っぽい味になると思います。でもね、お子様でも飲めるとてもいい味です。香りもいいな。うまい。続いていただきます。うまっ。本当にフルーティー。いい感じだわ。これすだじよりも強く焙煎されてます。やっぱり軽く苦味があるんですけど、その中にものすごい華やかな香りが入ってます。もしかするとこの甘みの強いマテバシが入ったことによって、それが焙煎されてすごく華やかな香りが生成されている気がします。甘み成分が焙煎されて華やかな香りに変わっている、そんな気がします。いや、これ負けず劣らずで美味しいわ。どっちも個性があってどっちがいいとかじゃないです。好みによるし、両方作るの大正解です。めちゃくちゃ美味しい。今まで飲んだことがある飲み物に例えるとほうじ茶に近いかなって感じがします。でもね、特にマテバシすごく華やかな香りがしています。すだじの方がやっぱり上品ですね。非常にまとまりのある癖のないスッと飲める味です。本当にほうじ茶に近いと言ってもいいかもしれないですね。マテバシの方はとても個性的、フルーティーで華やかで美味しいです。ちなみにこのどんぐりコーヒーというのはもともとどんぐりに含まれる栄養成分が抽出されているわけなんですけど、アコニット酸という解毒作用のある成分が入っていて体内を浄化してくれたり、ポリフェノールによる抗酸化作用が期待されます。その他にもビタミンミネラルが含まれているので、ただ美味しいだけじゃなくてね、なんとなく体に良さそうというのもいいですよね。はい、ということで今回子供から大人まで楽しめるどんぐりのおやつとどんぐりコーヒーを作ってみました。どれもそれぞれ個性的で本当に美味しかったです。皆さんもぜひね、どんぐり拾って食べて飲んでみてください。今回の内容は今までと違って本当に皆さん誰でも真似できると思うんで、ぜひねやってみてほしいと思います。ということで今回の動画はここまで。この動画が面白いと思ってくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。